今回はなぜ日比谷線がいつも遅れているように感じるのか、歴史に隠された秘密を探っていきます。東京限定雑学。銀色の控えめな車体、東京メトロ日比谷線。東京オリンピックと同じ1964年に全線が開業したこの地下鉄は、おしゃれタウン中目黒から庶民的な下町、足立区は北千住を結び、華やかな六本木や日本の中枢霞が関、粋な江戸風情香る人形町など、仕事から遊びまで様々なシチュエーションで利用される利便性の高い路線です。ところでこの日比谷線を時々使うという方は、自分が日比谷線を使うといつも電車が遅れていると感じたことはないでしょうか。乗る車両は時間通りに来たけれど、出発した後は信号に引っかかったのか、徐行してノロノロと走り、次の駅まで随分長い時間がかかった。それが目的地までずっと続いた。そんな経験はないでしょうか。しかしなぜいつも日比谷線は遅れている気がするのでしょうか。実はゆっくりと徐行して走っていた日比谷線、遅れていたわけではありません。これで平常運行なのです。つまり日比谷線はいつでもノロノロと走っています。しかし一体どうしてでしょうか。これは路線図を見てみるとわかります。一般に早く目的地に到着することが使命の鉄道はカーブが少なく、仮にあったとしてもなるべく弧を緩く描くようなルート作りが重要となります。ところが日比谷線の路線図を見てみると、まるでつれづれなる散歩のごとく、右に行ったり左に行ったりと向きを頻繁に変えており、しかもなぜかその道すがらのカーブに関しては、鉄道の速度のメリットを台無しにするかのごとく急カーブが続き、それは特に中目黒から人形町間に関して顕著と言えます。そしてこのような不思議なルートがゆえに、日比谷線は牛歩のごとくゆっくり走ります。しかし一体どうしてこんなことになっているんでしょうか。ここには東京における地下鉄開発の歴史が隠されていました。1927年、東洋初の地下鉄銀座線が浅草上野間 2.2 キロを結んだことから、日本の地下鉄の歴史は始まります。戦前において東京で開業したのは銀座線だけでしたが、その後開発が加速するのが1950年代以降の高度経済成長期です。当時東京の人口は3年ごとに100万人増加するという驚異のペースを記録しており、これにより交通インフラの拡充が急務となります。1954年には東京で2番目となる地下鉄丸ノ内線が開業しますが、1957年には戦前設計の銀座線のキャパシティが限界に近づきつつあり、それを補う形で日比谷線の建設が決定されます。日比谷線は銀座線の外主要倉庫と基本としましたが、詳細なルートに関してはある既存の公共交通機関を踏襲しました。それが都電、つまり路面電車です。地下鉄の建設は都市のインフラを拡充するという目的がありますが、そこには明治以降、東京の山手線の園内を中心に整備されてきた市電網、つまり路面電車を使った既存の交通インフラを置き換えるという文脈がありました。路面電車は山手線などの従来の鉄道に対して比較的安価に整備ができるため、戦前において一気に拡大しますが、ただ従来の鉄道に比べて速度が遅く、かつ街中で邪魔にならないよう1両ないし2両編成までしかつなげないという拡張性のなさゆえに、輸送能力が劣るという欠点も存在しました。速度に関しては戦後 JR や私鉄などが90キロ以上の高速度で運転を行ったのに対して、戦後から現在において都電は道路を走り、かつ自動車よりもブレーキに距離が必要なため、安全を考え40キロまでに抑えられています。しかも信号や停留所が多いことからも、運行中の平均速度はだいたい12キロから14キロと、ゆっくり走る自転車と変わらないスピードしか出ませんでした。そして実はこれが私たちが日々疑問に思っていることの答えでもあります。
日本ではしばし新幹線ではないのに高速鉄道を名乗っている鉄道会社があります。東京の周辺で言えば埼玉高速鉄道や東洋高速鉄道、多くの人には東横線との区別がつかない横浜高速鉄道みなとみらい線、そして外国人に混乱をもたらすアナウンスでおなじみ東京臨海高速鉄道臨海ラインなどが有名です。そして私たちの多くは高速鉄道を名乗りながらも新幹線には遠くを呼ばず、既存の通勤電車と何ら変わらない速度で走る彼らに対して全然高速鉄道じゃないじゃんというツッコミを一度はしたことがあると思います。しかし実はこの高速は従来の鉄道と比較し速いというわけではなく、戦前戦後の庶民の足の代表格、路面電車に対して高速であるという意味なのです。そのため東京メトロの前身である営団地下鉄も正式名称を帝都高速度交通営団と名乗っており、従来のインフラに対しての優位性をアピールしました。地下鉄は路面電車の置き換えという位置づけのため、計画されるルートに関しても全くの新しい路線というより、ある程度路面電車を踏襲するという形で進められました。今回の焦点となるカーブの多い区間のほとんどを占める中目黒築地間に関しては、銀座線の外周を走っていた8系統と呼ばれる都電の路線をなぞっています。しかし1箇所謎の部分があります。8系統は広尾を出ると麻布十番を通る路線であり、本来日比谷線も同じルートをたどるのが自然です。ところが完成した路線は麻布十番を避けるように大きくカーブし、代わりに六本木を通っています。六本木はこの日比谷線開業により都内の主要地域へのアクセスが向上し、また72年に千代田線の乃木坂駅が開業すると、その利便性に拍車がかかることになります。ところが対照的に麻布十番はその後、2000年に南北線と大江戸線が開業するまでの約40年間、高度経済成長期からバブル期の地下鉄建設ラッシュでも路線が通ることはなく、陸の孤島と呼ばれるような鉄道空白地帯となります。このように日比谷線が麻布十番を避けた理由は公式には公表されていませんが、よく噂で聞くのは、戦後日比谷線の建設計画が持ち上がった際に麻布十番の商店会が反対したというものです。麻布十番は戦前から歓楽街として活況を呈しており、東京大空襲の結果焼け野原になったものの、戦後においてはその復興に向け邁進していました。ところがここに日比谷線が開業すると、渋谷や銀座、そして浅草方面といったさらに大きな歓楽街へのアクセスが良くなってしまうため、お客さんがそちらに流れることを危惧し反対したというのです。このような話は調べるといくつか出てきており、当時東京オリンピックの開催前に日比谷線を完成させたかった営団地下鉄は、早期の開業を実現するために反対する麻布十番を避けて代わりに六本木に向かったという理由も同時に出てきます。ところがこれに関しては確固たる資料がなく、噂のレベルを出ません。さらに日比谷線の建設は戦後1950年代後半になって正式に決定したものではありますが、実際には1923年に起きた関東大震災の復興計画において、日比谷線の原型となる2号線という地下鉄計画があり、その後1946年にも戦後復興計画において少しルートを変更した2号線案が存在しますが、そのどちらにおいても六本木側を通るルートが採用されています。また日比谷線を作った営団地下鉄は建設に関して数百ページに及ぶ詳細な報告書を作成していますが、その中で用地買収について書かれた部分があり、そこを見ると日比谷線が通る他の地域に関しても沿線住民との交渉がかなり難航した様子が書かれています。つまり麻布十番だけが地下鉄の建設に関して異議を唱えていたわけではないのです。ここから考えると日比谷線が麻布十番を通らなかった理由は別にありそうです。これについて地域の歴史や地形、
当時の地下鉄掘削技術などを調べていくと糸口が見えてきました。これからお話しすることについては、東京メトロが公式見解を出していない以上、あくまで推察という形でお聞きください。地下鉄の建設にあたって最も重要な部分は、そうトンネルの掘削です。現代においてこの工程はシールドマシンと呼ばれる巨大なドリルがその役割を担っており、この鉄の塊が地上には影響を与えず、人知れず地下で穴を掘りながら同時にトンネルの壁も作るという効率的な作業を行っています。しかし日比谷線建設時、シールドマシン自体は存在していたものの、非常に高価な代物であったため、当時の営団地下鉄は開削工法という昔ながらの方法を採用しました。開削工法は地面にお城のお堀のような大きな溝を掘り、そこに鉄骨を組み、トンネルを建設し、そして最後に土を埋め戻すというもので、これは日比谷線よりも30年以上前に建設された銀座線でも採用された伝統的な技法です。これによりシールドマシンを使うよりも費用を抑えることができますが、しかし開削工法では上に建物や構造物があると溝を掘れないため、頭上に何もない道路の下に作られることがほとんどでした。実はこれも地下鉄が路面電車のルートを踏襲した理由で、都電が走る道路というのは比較的広く作られているため、この場所を一時的に掘り返しても細い道に比べて交通に支障が出にくく、工事がしやすかったのです。ただこの道路を利用するという方法は鉄道にとって致命的な欠点も生み出します。それがカーブがきつくなるという問題です。車輪を履いた鉄の箱は一両単体で見る分にはそれほど大きさを感じず、ローカル線などを見ているとその小ささに微笑ましささえ感じます。しかし実際には自動車と比べるとかなり大きな乗り物で、長さを見ても一般的な通勤電車1両は道路で大きな存在感を放つ観光バスや、もともとこの場所を走っていた都電の2倍近い大きさがあります。そのため自動車にとっては快適なカーブも地下鉄にとってはきつい場合があり、特に直角な動線を取ることになる交差点では非常に取り回しが悪く、スピードを落として曲がる必要があります。日比谷線が交差点でカーブする際の曲線が円を描いた時の半径はだいたい120メーター台で、これは都心を走る JR の線路のカーブがきつくともおおよそ400メーターほどであることを考えると驚異的です。さらに都内でもカーブがきついことで名物となっている東武鉄道の浅草駅や京浜急行の品川駅の踏切付近が半径100メーターほどであることを考えると、120メーター台というのはそれに近いかなりの急カーブであることがわかります。日比谷線は交差点付近では30キロ前後まで速度を落とす必要があり、これは日比谷線の最高速度が80キロであることを考えるとかなりの減速です。そしてこの減速が日比谷線が遅れている感じをさらに加速させるのです。ちなみに国土地理院の地図を観察すると、日比谷線は交差点に差し掛かる直前に一旦曲がる方向の反対側に線路を膨らませているのがわかります。これは自動車競技などでレーシングカーがカーブを曲がる直前に逆に大きく膨らみ曲がりやすくするというテクニックと全く同じものです。これを鉄道でも採用するというのは、当時の設計技術者の苦心と工夫が垣間見れる非常に興味深いものです。このように地下鉄の建設において一癖ある開削工法によるトンネルは他にも大きな問題を抱えており、これが麻布十番に日比谷線がやってこなかった革新と思われます。物語の重要な登場人物となるのが麻布十番を流れる古川です。この川は新宿御苑を源流とし、渋谷区では渋谷川の名前で知られており、渋谷駅でもその姿を見ることができます。そんな古川は名前のごとく10万年から遅くとも3万年前頃の古から存在していたと推定されており、麻布十番の地形の形成に重要な影響をもたらしています。
麻布十番は海抜5メーターほどと、周囲の六本木などが30メーターほどの高さにあるのと比べると、かなり低い地形になっています。この地形は古川が数万年かけて流路を変えながら大地を削った結果であり、このように川が地面を削り、周囲よりも低くなっている土地のことを、その形状からすり鉢といい、これを愛するマニアも全国に多数存在します。現在では幅がそれほど広くない古川ですが、明治期までは30メーターもの川幅があり、縄文時代などはこの川が育む豊かな環境から人々が集落を形成し、江戸や明治の時代には水運の要として都市を支えてきました。そしてこの水運で働く人々のための歓楽街として麻布十番は発展してきた歴史があり、この地域は古川なくては成立しませんでした。しかしこの川が作り出したすり鉢地形は、鉄のレールを走る乗り物にとっては非常に厄介です。鉄道はレールも車輪も金属でできており、お互いの接点は人間の指先ほどと小さいため、摩擦が少なく転がりやすいため、自重でタイヤが潰れ、接地面積が大きくなる自動車よりもはるかにエネルギー効率のいい乗り物と言えます。しかしその摩擦の少なさは滑りやすさにも直結しており、人間がたやすく登れる坂であっても鉄道にとっては非常に困難な道のりとなります。例えば現在の JR などは新線建設の際に坂が必要な場合は35パーミル、つまり1000メーター進むごとに35メーター登る傾斜に抑えるように定めています。これは動力を持った車両が複数の客車を引っ張る一般的な鉄道にとっては安全で快適な運行を実現する限界ともいえる急坂です。路面電車に関しては動力を持った車両が単体で運行する都電などにおいてもう少し急な65パーミル前後まで許容されていますが、これが都市を走る鉄の車輪を持った乗り物にとって性能ギリギリの限界となります。ところが他の乗り物を見てみると、一般に坂に対して特別な配慮が必要な車椅子が登るスロープでさえ、バリアフリー法では最大で 83.2 パーミルまで許容されていることを考えると、鉄道の坂はかなり緩いものです。そしてさらに言えば、以前ブラタモリの後追い目白の回でご紹介した覗き坂が223パーミルで、それを人間や現代の自動車はそこまで苦労せずとも登っていく様子を見てみると、どれだけ鉄道が坂に弱いかというのが理解できるかと思います。そんな前提をもとに麻布十番を見てみると、広尾から麻布十番に向かう道のりに関してはかなり長く穏やかな坂を下っていくため問題ないものの、麻布十番に到着後、神谷町方面に向かう際の坂は距離が短く、だいたいどの坂も100パーミルを超えています。そのため都電8系統は麻布十番到着後、そのまま直進して麻布通りを登ることはできず、迂回して浜松町方面に向かい、そこから河原家坂を登るルートをとっています。河原家坂は全体を平均してもだいたい31パーミルと鉄道の限界に近い傾斜ですが、この坂は麻布十番側では穏やかなのに対して、神谷町側の頂上付近では最大60パーミルを超える傾斜となります。つまり路面電車にとってもギリギリ登れる坂であり、通常の地下鉄ではとても登れるものではありません。こういった地形に対して現代のシールド工法であれば、この山を無視して傾斜が穏やかなトンネルを掘ることが可能です。そのため1990年代に入り、その技術を使用し、東京メトロ南北線と都営地下鉄大江戸線が建設され、2000年に開業。現在麻布十番の交通の要となっています。しかし日比谷線時代の開削工法は基本地形に沿って掘ることしかできず、傾斜を緩和することはできません。そのため日比谷線はこの坂を登ることができないのです。また、もし仮に何らかの超絶技術で日比谷線が60パーミルの坂を登れたとしても、ルートに問題があります。河原家坂は一番下に交差点があり、仮に日比谷線が通る場合、
ここを曲がって坂に向かいます。しかし鉄道は傾斜に弱い特性上、坂の直前にこのようなきついカーブを設けることはリスクになります。なぜなら鉄道の歴史において急坂でブレーキが壊れるという事故が時折発生しており、この際大惨事となるケースは制御不能になった車両が坂を加速しながら降りていき、その先のカーブあるいはポイントで曲がりきれず脱線転覆する例です。先ほどお話ししたように交差点を利用したカーブはだいたい30キロほどで通過する必要がありますが、摩擦の少ない鉄のレールをブレーキなしで下る列車は容易にこの速度を超えてきます。そして脱線転覆した場合、レールを外れた地下鉄に待っているのは固いトンネルの側壁です。大惨事は免れません。日比谷線は当時オリンピックに向けて国内外に先進的な東京の地下鉄をアピールする目的も持っており、路線のイメージカラーにもなっている当時まだ珍しかったステンレスを使用した銀色の車体を投入し、現在では我が国の鉄道の安全運行の要になっている ATC 自動列車制御装置を日本で初めて採用するなど安全性も重視していました。そのためこのようなリスクのあるルート設計がなされるとは考えにくいのです。ここまでの根拠でも麻布十番に地下鉄が通らなかった理由としては十分ですが、さらにもう一つ地下鉄建設が困難な要因があります。麻布十番は先ほどお話ししたようにすり鉢地形と呼ばれる低地に位置していますが、この場所は同時に古川が運んできた泥や砂など柔らかい軟弱な地質で地盤が形成されており、かつ周囲よりも低地なため水はけが悪いという特性を持っています。皆さんはお庭や畑で土を掘る際、柔らかく水を含んだ地面だと穴を掘ってもすぐに土が崩れて埋まってしまうという光景を見たことがあると思います。この穴を埋め戻そうとする力はガーデニングや農作業程度であれば単に私たちの肉体を疲労させるだけですが、地下鉄建設に必要なほど巨大な穴になると凄まじい力を持ち、悲惨な事故の原因となります。日比谷線の建設から20年ほど前の1936年、大阪は地下鉄梅田駅の工事中に大規模な爆発事故が起き、作業員2名が亡くなっています。これは梅田が近くを流れる淀川によって削られ低地となっている軟弱地盤のため、本来地下鉄建設に適さない場所であったために起きた事故で、穴を掘った際土が崩れるのを防いでいた壁が埋め戻す力に耐えきれず破裂し大きな爆発となったのです。このような理由から軟弱な地盤での地下鉄建設は1960年代後半から70年代にかけての技術革新とその後シールド工法の普及に伴うまで避けられてきた歴史があります。これは東京と同じく明治期から発展し人口の多かった横浜が地下鉄の建設を求められていたものの、その地盤の弱さゆえに70年代まで開業が遅れたことからもわかります。このように軟弱地盤は地下鉄の建設には適しませんが、それに追い打ちをかけるのが古川の存在です。この川は先ほどお話ししたようにかつては数十メーターの幅があり、人々の生活を支えていました。しかし同時にしばし氾濫を起こし、江戸時代には多くの犠牲者を出した記録が残っています。これは近代においても変わらず、現在港区が出しているハザードマップにおいては氾濫の危険性が高く、実際起きた際には数メーターの浸水被害が起きる地域として古川一帯が登録されています。1978年以降は上流の渋谷川を含め数年に一度のペースで小規模な被害を出しており、1999年には大規模な氾濫によって1000軒近くの建物が浸水する災害が起きています。2009年からはこれを防ぐために巨大な貯水池を古川の下に建設し、現在においても護岸改良工事が行われていますが、2024年の豪雨の際には水があふれる危険性が非常に高まっていることを示す氾濫危険情報が発令され、
現代技術をもってしても未だ克服できない自然環境がここにあります。そんな古川は日比谷線建設が開始された1958年、やはり大規模に氾濫しており、周囲の建物が浸水する被害に遭っています。これらの被害は往々にして古川のカーブ地点、つまり現在の麻布十番駅付近で特に顕著です。この場所は川の流れが日比谷線同様にカーブによって遅くなるため、水位が上がりやすく、しかも六本木や亀谷町方面で降った雨が周囲の坂を伝って集まってくる場所のため、川が氾濫しなくとも水浸しになることが多く、2024年の豪雨の際には古川の水が溢れていない状況においても、かつて都電8系統が通っていた駅前が深く浸水するなどの被害が起きています。そんな道路で開削工法によるトンネル建設となれば、地下10メーターほどに掘られた穴に水が侵入するため、そのまま水深10メーターのプールが誕生し、しかも氾濫が収まっても穴から自然には水は抜けません。しかもその水によってさらに地下の地盤も水を含み不安定になるため、工事の難易度と危険性は麻布十番の標高とは反比例して上がります。このような状況を考えると、当時の技術では工事の安全性も担保できず、しかも工期も伸びることが予想されます。これは東京オリンピックに間に合うことが目標として掲げられていた日比谷線の建設にとっては致命的です。以上のお話を総合すると、日比谷線が麻布十番を通らなかった理由は地元の反対ではなく、古川が形成したすり鉢地形を起因とした鉄道には厳しい勾配条件と軟弱な地盤、そして古川自身がしばし起こす氾濫によるものだったと考えられます。これについては東京メトロの公式発表ではないため、あくまで推察という形で覚えておいてください。ということで今回は日比谷線がなぜ遅れているように感じるのかお話ししてきました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。